こは軽はずみな気持ちで来てはいけない。駅の外はブリザード、全てが凍っていた。標高1660メートルに位置するこの駅はなんと大手私鉄グループが運営していた。また君に会えるとはね。参考になるかわかんないけど2泊3日の山形旅始まりだ。朝の東京駅、時刻は確か7時頃。緑のボディがかっこいいね。山彦123号、123って並びがおもろいな。掃除は10分くらいで終わり、早速乗車。これが E5 系の車内。車椅子スペース広すぎでしょ。座席もめちゃくちゃ倒れるし、何時間でも乗ってられるよ。今日は友達と一緒。どうやら懐かしのチキン弁当をチョイスしたようだ。東京駅はまあまあ混んでるね。まあ12月31日だからね。ドアが圧着されたよ。この動画は島ご覧の支援者の提供でお届けします。さよなら東京駅。朝日に照らされ金色に輝くビル群。旅の始まりにはぴったりな夢のような景色さ。この曲を聴かないと。やっぱ東北新幹線といったらあのメロディーよ。あれが旅の始まりの合図だよ。東京駅からは指定席は 50% くらいだね。上の大宮からドバッと乗ってくるんだろうな。神田駅を通過し中央線とおさらば、目的地までは乗り換えはなんと4回。東北新幹線で仙台まで行って、仙台から山形は仙山線、そこからバスに乗って蔵王温泉へ、そこからはロープウェイであの場所に行くのさ。ワクワクしちゃうね。本当山形駅まで新幹線で行ってもいいんだけど、指定席が取れなかったんだ。今日は年末だからみんな帰省するんでしょ。秋葉原を通過し、我々は地下に入った。暗い上のトンネルに入ったところで僕らも朝食としますか。さすがにお酒は飲まないよ。これがチキン弁当。昔からある有名な弁当だよね。これ何のソース？すごい酸っぱい梅なんだけど若干苦味がある。何とも言えない味があるんだよね、チキン弁当って。日暮里を越えると一気に高架に登る。すると車内に朝日が差し込むだろう。とっても綺麗なんだ。僕の朝食はこれ、イクラおにぎり。朝あんま食べれないよ。山彦という割には那須塩原には止まらないんだな。そこら辺が東海道の小玉とは違うところだよな。大宮に到着。ここからはもうさすがに満席になったよ。僕も念のため指定席を取っといてよかった。なんて綺麗なんだ。まるで水墨画のような景色。白黒にしても映えるな。那須塩原駅を通過。E2系か、乗りたかったな。東北新幹線の次の新型車 E10 系だっけ。それが出たらとうとう E2 系は消滅か。寂しいよな。中国の E2 系は引退する気配がないな。蔵王の樹氷って結構危険な場所なんだけど、意外と行きやすい場所にあるんだ。東北新幹線は関東平野を高速で抜けると郡山を越えてだんだんと山間部に入っていく。前方が福島、後方に仙台、右側には太平洋が見えてきた。そしてあそこに山形駅がある。仙台山形の間にあるのが奥羽山脈。今回僕は山形を拠点とし、そこに2泊する。通常山形へは福島駅から分岐する山形新幹線ってのに乗るんだけど、今回は満席で取れなかったんだ。山形新幹線はこの崖のような山を登り、素晴らしい車窓を見せてくれるんだが、今回は仙台経由だ。崖のような奥羽山脈の途中に位置する蔵王連峰、そこに樹氷がある。存在するもの全てを凍らせる恐ろしい場所さ。仙台経由で樹氷に行くってちょっと遠回りじゃないって思うけど、まあいいのさ。友達が初めて仙台に行って観光したいって言うし、僕もそれに付き合ってあげないこともないのさ。あんまり街中は見たことなかったしね。時間はたっぷりとある。今回はどちらかというと一般人向けの料亭だな。ぜひ参考にしてほしいね。三本槍岳って名前がおもろいな。栃木県と福島県の県境に位置する。標高は1917メートルか。黒磯を越えたよ。ここって高速切り替えポイント付近だっけ。郡山を出たな。
外は雪雲っぽいね。雨雲との違いは見りゃわかるよね。なんか空が威圧的なんだよ。でっかいアマゾンの倉庫かと思ったらラウンドワンか。友達はさ、全然鉄道に詳しくないんだ。僕がおっさんになったらそのうち登場するかもね。東海道新幹線との車窓の違いは永遠と高架線を走るところ、下には永遠と田んぼが広がっていて、交通渋滞を見ることも私鉄を見ることもない。かといって東北に私鉄が全くないわけではない。というか指定席のくせにガラガラだな。郡山で降りちゃったんかな。福島駅に到着。ここでもお客さんがどうさっと降りた。僕も一緒に降りてみよう。何番線だっけ。前方につながってる山形新幹線と切り離しをするんだ。それに乗れりゃ楽だったのに2度くらいしかなさそう。車両の大きさが全然違うね。 E8 系の方が小さいわ。早すぎるね。 E8 系のデザインが発表された時、超長い鼻だなって思っていたけど、 E5 系と比べるとそうでもないな。ああ、ちゃんと閉まる瞬間撮影できなかったよ。まあ安全第一ってことで。あれが福島のアプローチ線か。初めて見た。来ないね。訪日外国人はさ、東海道新幹線じゃなくて東北新幹線を撮影すりゃいいのに、海外の YouTuber やガイドブックは何を書いてるんだ。やっと来た。先見の目を持ったインド人夫婦が喜んでいたよ。あ、いいね、この曲が。なんかこう仙台に近づくにつれ発車メロディーが悲しくなるんだよね。儚いって言い方が適切か。福島駅を出発後、山形新幹線が奥羽山脈を越えるため分かれていく。ここから下からも奥羽本線が青森までつながっているんだ。意外と長距離路線だよな。今度乗り通そう。白石蔵王駅に到着。ここからバスで蔵王温泉に行くのも手っ取り早くていいよ。ただバス代がちょっと高いんだよね。すごいよ。木かと思ったら金属だったよ。当たり前だよな。たくさんのキャリーケースで傷ついてるかと思ったらかなり綺麗。ナウオンだ。今シーズンも JR スキー。みんな越後湯沢行ってスキーしようってことやね。白石蔵王から数分、仙台に到着。東北最後の大都市、人口100万人超えの仙台市。雰囲気が大宮だね。仙台駅到着。恐ろしいほどいい天気。ずんだ餅、マジで枝豆をペースト状にしただけの餅。僕はアニメとかよく見るけどジョジョは見たことないんだ。昔っからある漫画だよね。ちょっと待って、これってフリーゲージトレインじゃん。ともかく徐々に仙台が登場するらしいから、友達は聖地巡礼しに行った。その間僕は展望台に登って太平洋ヘリでも探そうとした。あっちが港か。あれは石油の精製所か。コンクリートかな。製鉄所らしきものも見えた。新幹線があちら側を走っていたら徳山っぽいんだよな。こうも曲線がずっと続く巨大な駅ってのも珍しい。海からちょっと離れたところが発展したから新幹線も寄り道してるようなもんだ。あ、東京でいう上野東京ラインみたいな電車が来たぞ。いや、あれはハイブリッドカーだった。暖冬の影響で冬眠しないクマが出没していたと騒いでいた八木山地区が見えたよ。こんな大都会のすぐ横に森や山があるんだ。そりゃクマも出没するよね。共存は難しいな。品川から来た特急電車を発見。令和だってのに昭和みたいなことをやってる。4時間かけて仙台に来るんだ。これが仙山線。北朝鮮みたいなフォントの桜目駅を通過して全長 5000m の仙山トンネルを通過中。何も聞こえないや。宮城県と山形県は山に阻まれ、この下に仙山トンネルが掘られた。それを抜けると一気に雪景色が見えるはず。山形の観光スポット立石寺も見えてきた。山寺駅から歩いて階段を上り、徒歩30分くらいか。素晴らしい絶景スポットがあるんだよね。今回は行かないよ。山寺を越えると盆地が広がる。
山形盆地。田畑も多いが住宅街も多い。侵食されている姿がよくわかる。その中心には山形城とシンボルともいえるポツンと高層ビルのワシントンホテルが見えてきた。もうここら辺まで来ると都会だな。おおよそ24万人が住んでいる。若干松本市に雰囲気が似てる気がするけど、どうだろう。仙山線はトンネルを抜けた後が絶景なんだ。仙台にはなかった雪が積もっている。若干吹雪いてるようにも見えるが、空は晴れている。あんまり標高は高くないんだけど、すごいな、銀世界だ。上越線にも劣らない綺麗な車窓だよ。上越線と違うところは、仙山線は単線なところ。上越線はすごいよな。あんな秘境区間でも伏線なんだから。こっちの秘境区間は意外と短い。家も道路もたくさんあって、どこか寂しさは感じないんだよな。電車内もかなり混んでいて、ちゃんと並んでないと座れないよ。チラチラと降っているという表現にふさわしい雪だな。柔らかく優しい家だ。電車は暖かいのが、付着した雪の結晶は徐々に溶けてゆく。乗車時間は1時間。山形着いたわ。寒い。今の気温は0度。めちゃくちゃ吹雪だよ。お、なんだこれは。総武観光船の4号車は山手線と血がつながっているという暗示か。駅を出て速攻ホテルに向かうことにした。パソコンも持ち歩いてるから荷物が重くてしょうがない。なんと優しい雪だ。嘘みたいな雪だな。今夜私がいただくのはスーパーホテル。めちゃくちゃ眠れると噂されるスーパーホテル。雪の結晶がこんな綺麗に見えるよ。スウェーデンにいつか行きたいな。3時チェックイン開始。入っちゃダメなのかな。今は2時50分くらいなんだよね。雪国最強の車はやっぱこれじゃないかな。一家に一台ブルドーザーどうですか。ここでフリーレンに会えるとはね。ドームインにも天然温泉があるんだ。大人3人が3人部屋にぎゅうぎゅう詰め。電源切れるの助かるよ。今回は2泊3日、1人当たり1泊6000円くらいだった。朝食込み。年末年始でこの価格ってだいぶ安いんじゃないか。信じられない。僕の大好きな山形駅前のラーメンが潰れとるわ。一体どうして。ラーメン食べたかったのにさ。しょうがないから松屋で牛丼食べて、その他みんなで焼け酒や。僕ウイスキーをロックで飲んでるよ。ちょっと入れすぎたね。ビーフジャーキーなんか普段食べないけど、めちゃくちゃ硬いな。噛み切れないよ。歯が折れるかと思った。コンビニで焼きそばと唐辛子を買ったよ。ちょっと辛いものが食べたくてね。唐辛子焼きそばを食べて汗を流し、温泉に入ってから翌朝に備えた。翌朝、2026年。積雪はまあ3センチ程度ってところか。向かいの神社では早速初詣をしてる人がいるな。何がもらえるかな。スーパーホテルの朝食はバイキング。これは山形名物の芋煮。それと納豆。バーにはおせちが並んでいたよ。お米が一番うまかったね。米の硬さと切り干し大根の相性がいいんだ。芋煮は意外とさっぱりしていた。鶏肉はよく煮込んであり食べやすかったよ。これから登山をするようなもんだから、たくさん食べておかないとね。普段は朝食なんてあまり食べないのに。線路を渡って東口に来たよ。友人窓口でチケットを買って蔵王温泉直行バスに乗車だ。車内は満席。一応時刻表というものがあるけど、臨時バスが頻繁に出ていて、このバスが一体何時何分なのかは知らない。一応路線バスなんだけどな。このバスは蔵王バスターミナルに直行してくれるみたい。お、新幹線だ。E8 系ってなんとなくコーギーに似てるんだよな。フォルムがポテッとしてて可愛い。I look down for you in the middle of my pain. I reach down farther, calling out your name. Always I'm searching for
for a long lost piece of heart. I sought and found you, like a fire in the deepest parts. I will hold on to you no matter what comes. I will hold on to you no matter what comes. No night can last forever. No storm can last. マイナス5度らしいけど全然そこまで寒くないって感じ。日が出てるからなんか若干あったかい。とりあえず遊ぼう。小屋の形のようなバスターミナル。一方通行型のすごくシンプルな形。こういった普通の路線バスも走ってるのか。蔵王温泉が開湯したのは約1900年前。硫黄の匂いがすごいわ。酸性成分が多く pH 値はおおよそ 1.6、 草津温泉は 2.0 くらい。ちょっと弱いかなって感じだが十分強酸性だ。温泉で雪が全部溶けてる。この下に通ってるのかな。これ全部そうや。おお、熱そう。雪をぎゅーっと押し固めたのにかなり軽い雪だ。水分が少ない。一瞬で溶けるな、雪が。もう川の色も緑に変色しちゃってるよ。しばらく歩くととんでもないものを発見したよ。本当に止まってるとは。俺が昔よく乗ってた西新井と西新井大師を結んでいたとされる東武大師線がなぜかここにいる。意味不明すぎる。陸送でここに持ってきたらしいけど抹茶アイスになってるって噂だったけどそんなことないな。中に誰もいないわ。東武8000系、だいたい1970年頃から製造された車両。今も現役で走ってる。東武野田線だと当たり前のように乗れるよね。この電車だってつい最近まで走っていた。足立区や江東区、埼玉県の郊外など。この大師線の車両がこんなね雪をかぶることなんてないからね。館林とかでも。僕もこの電車には100回以上乗ったと思うけど、現役を終えてからこんな雪にまみれることなんて想像できなかっただろうな。なんか床下の機器全然取っ払ってないけど、なんかいつかまた使うんかな。ありえんくらいそのまんまに残ってるわ。 LED もまだ取り外してないよ。待合室に使わないのかな、我らが東武鉄道。意外と綺麗だな。錆びるとしたら雪が溶けた後なのかな。まあ今にも動き出しそうな雰囲気あるな。まあ東武の終着駅はこの蔵王温泉ってことで、そのうちスペーシア X も直通運転してもらいたいものですね。浅草からだったらだいたい6時間くらいか。個室があるから余裕。なんでここに東武電車があるかっていうと、この蔵王ロープウェイは東武鉄道が出資した。現在も株を 48.9% も保有している。この白いロープウェイの箱もなんとなくスペシャ X に似てなくもないが、止まってるわ。誰かがリフトに乗れなかったんだな。さてもうお昼ご飯を食べなきゃ。まあね、ここしかないんだよ。いつものケバブ屋。待合室の中にケバブ屋があるって感じ。近くのスーパーで安い酒も買ったよ。いただきます。気前のいいトルコ人のおっちゃんで冗談交じりの会話をしてくれる。うまかったよ。蔵王名物地獄の待機列。ここから乗車するのに約2時間くらい。夜は空いてるっていうけどね、問題はこの上ないよな。こうやってゾロゾロ降りてきてるけど列はあんま進まない。嘘だろ。一応時刻通りに運転してるのか。終点の地蔵山頂駅までは往復4400円。もうね、ここら辺まで来るとね、ちょっとしんどくなってくるんだよね。並んでからおよそ40分。意外と早く進んだがもう凍えそうだよ。箱がやっと来た。下山してきた人たちは幸せそうな笑みを浮かべてる。僕らも大いに期待し箱に乗り込んだ。 OK お願いいたします。車内は満員電車並み。手動のドアが閉まり箱が大きく揺れた。車内にエアコンなんかはないよ。窓が開いていて人間たちが発する水蒸気で天井に雫ができ凍っていた。楽しそうにスキーをしている人たちがちらりと見える。すでに絶景というのにこれから想像を超える絶景が上の世界で待っている。そうみんな期待している。中間駅である樹氷高原駅。ここから先は地獄だぞというメッセージが駅舎のあちこちに現れている。
標高1331メートル。こんなヒーター気休めにもならん。いや、さらに寒いところに行く。標高855メートルの麓で約40分も待機し、スキー場の横にあるロープウェイで山を登る。1331メートルの樹氷高原駅。ここから乗り換えて約10分間ゴンドラに乗る。樹氷はこの下にできる。青森トドマツという針葉樹の葉に一定の強風で雪と氷がぶつかることによって形成される。このバイオームは特殊な条件でしか生成されないため、世界でもあまり報告例はない。日本でも見れる場所は限られ、山形から青森まで続く奥羽山脈の亜高山地帯でしか見ることができない。それじゃゴンドラに乗ってみよう。すべてが凍ってるよ。よく動くな。なぜロープは凍らないんだ。不思議だ。速度が意外と速いんだ。揺れもすごいぜ。銀世界、いや真っ白すぎるな。実は今はシーズンではない。見頃は1月後半から2月3月だ。1月前半は樹氷ができ始めているというのが正しい。これが青森トドマツか。落葉樹では葉が落ちてしまうので雪が付着しにくい。しかしこの木は真冬になっても葉が落ちないんだ。10分ほどで到着。すごいな。みんなスキーしに行くの。まあそりゃそうか。ここはスキー場でもあった。忘れていたよ。さあ神秘的な世界に出撃しよう。フリーザーだよ。これ音声ダメだろうな、風で。樹氷が見えない。笑うしかないよ。標高たったの1661メートルでこれか。これが一定の強風、一定の風向きというわけね。なんも見えないけど前に進むしかないや。さて、ここが大手私鉄グループ、いや東武鉄道の中で最も過酷で危険な駅とされる地蔵山頂駅。軽はずみな気持ちで来たら命を落とすことは間違いない。ただいまの気温はマイナス8度しかないが、意外といける。気をつけて、ここは平均マイナス10度だ。肌を少しでも露出していたらたちまち凍傷になり大怪我は免れない。東京から乗り換えたったの4回程度で来れてしまう場所だが、環境は地獄そのものだぞ。喋ることはおろか、呼吸も少し難しくなってきた。しっかりと布を口と鼻に当てなければ体温がどんどん奪われる。晴れてればもう少し外に入れるが、風が強すぎる。撤退だ。刺さるような寒さ。ようこそ天国へって感じやね。本当に。駅の横はレストランか。もう4時だからランチは終了してるよ。この後は軽食しか出ないみたいだよ。この黄色いゴンドラは職員用だって。自分でドアを開けて乗るんだとさ。外の世界は猛吹雪。まあ樹氷の成長過程が見れてよかったね。だけど年々葉っぱの数が減っているんだって。トイレに行こうとしたらこんな面白いのが見れたよ。これは迫力満点やね。圧巻の光景や。すげえ。どういう仕組みやねんって感じやけど。まあ典型的なロープウェイのシンプルな形。ロープを巻きつけた円盤を回転させ、ロープをひたすら循環させる。ここに到着したばかりのロープに雪が付着してない。一体どうして？そういうところがロープウェイのメリットなのかな。この光景はまるで巨大なラジカセだな。こんだけ太いロープが使われてるみたい。俺の腕よりちょっと細いくらい。市営作でいいのかな。全長は1871メートルが、運転速度は毎秒5メートル。かなり速かったよな。これがね、限界まで行ってくれればいいんだけど、どうして途中で乗り換えが必要なんだろうか、よくわかりません。そういや今日は元旦だった。初詣もしなきゃね。あそこに人だかりがある。みんな地蔵さんを囲ってるんだな。僕も遠くから拝んだのさ。このお地蔵さん1775年に作られたみたい。あれができてから遭難者が少なくなったんだって。災難よけ地蔵とも呼ばれてるっぽい。祈願すればあらゆる願いが叶い、不慮の災難を逃れられるんだって。
僕も最近新しい仕事に就いたんだ。最近といっても半年経つがね。職場はやや危険な場所だから不慮の事故だけは避けたいもんさ。夕食の提供が始まったようだ。これしかなかったんご。夕食というか軽食か。ないよりはマシだな。400円と400円と400円、高すぎ。日が沈み夜が始まった。樹氷に光が照らされ幻想的な世界が広がっていたよ。回復したからもう一回外に出てみよう。駅の中まで凍ってるってどういうこと？わあ、すごいな。樹氷が成長しきってなくても幻想的な空間だ。凍てつく山の上でこんな自由に歩けるなんて珍しい場所だと思うけどね。東京から乗り換え4回くらいで来れちゃうんだ。だけど危険な場所だというのは違いない。怖いだろう。あちら側に行ったら命の保証はない。目に見えてわかる。そんな場所だった。さあもう下山しよう。帰りのバスの時間が近づいてきた。凍ってて開かないわ。揺れが本当にすごい。風が強すぎるよ。何も見えないな。こっちの景色もいいんだけどな。窓が凍ってて何も見えないよ。一部でライトアップされている。綺麗な景色なんだけど怖いんだよね。偽物でセットのような景色だけど紛れもなく本物の木々なんだ。明かりが遠ざかると再び恐怖に包まれる。約10分後、樹氷高原駅に到着。中間駅だ。人工的な明かりにここまで感動することはない。ここまでぬくもりを感じることはあるまい。安心感が違うのさ。宇宙空間を漂っていて久しぶりに別のコロニーに到着したような気分さ。さよならロックウェイさん。これは中間の駅だけどなんか綺麗だな。あ、全然上より穏やかや。ありえないくらい穏やかだ。美しすぎる。それに去年2月に来た時と比べもならないくらい列がない。前まで階段のところまで列があったからね。これで 1300m か。今一気に 300m も降りてきた。ありえないくらい空いている。こんな早くプラットフォームにたどり着けるなんてな。この環境だけを楽しみたいなら1月に行くのがおすすめだよ。いやー寒かった。これでやっと下界に帰還できる。というかあんなところに一日中働いてる職員も大変だな。よく凍傷にならないもんだ。コートの性能が良すぎないか。というかなんで車内の照明ないんだろう。幻想的な景色は見れていいけど。ああ、ヘッドライトやテールランプの電力はあるのか。下界ではもうナイトスキーが始まっていた。時刻は17時52分。6時台とは思えない暗さだ。地上に到着した宇宙船のように前方をやや上に傾けて到着。ドゥーンやガンダムでよくあるでしょ。かっこいいんだよ。あとはもうまっすぐ東京に帰るだけ。さよなら東武鉄道。この動画の続きで東武8000系の旅ってのも悪くはないな。野田線の古い車両にも乗りたいし、みんなそういう動画を求めてるでしょ。ヘッドライトに温泉の湯気が照らされていた。水蒸気を通して目に入ってくる光は実際入浴はしてないのにぬくもりを感じるんだ。まあスーパーホテルに戻ったら温泉に入ろう。これは何？今宿泊してる会社の名前？違うか。いろんな旅館の名前が書いてあるんだ。蔵王温泉宿泊してみたいけど宿の料金高すぎるんだ。北海道のニセコのような富裕層向けの宿しかないのさ。蔵王温泉旅館経営者の方、お仕事お待ちしています。寂しいバスターミナルだけどどこか懐かしい感じがするよね。
なんだろうね、電車とか出てきそう。国鉄の昔ながらの駅舎って感じ。バスはすぐにやってきた。みんな疲れて爆睡していたよ。元旦の山形駅、意外と賑やかなもんだ。セブンイレブンで蒙古タンメンを買ったよ。辛い麺を食べたかったのさ。それとつまみのつぶ貝とチャーハン。ディストピア飯のような冷凍食品ばかりで申し訳ないが、僕はこれでいいのさ。というかこれしか手軽に食べれる辛い麺ってのが売ってないんだ。本当はもっと辛い韓国のブルダックっていう麺を食べたいんだけど、ないんだよね。うまい。ごちそうさまでした。さよなら米沢じゃなくて山形。あの車両ももうなくなっちゃうから乗っとかないとね。悲しいよ。東で一番好きな車両かも。なんか来たな。寺沢線か。これも乗ってみたいんだよな。しかもフルカラー LED。あのキハ110はなくなることはないだろうな。あと20年は使えそうだ。おっと、いつの間に九州に来ていたんだ。じゃあね、山形。また2ヶ月後ぐらいに来るかもね。夏の山形も好きなんだよ。東北は冬も夏も自然が美しい。春は盛岡あたりでも桜が綺麗だからね。見に行かなければならない。ちょうど仕事で向かうための通勤で貯まった JRE ポイントが1万ポイントに到達する。それでどこかにビューンとかを使って岩手県に行こうかな。いいね。こういう公園大好きなんだよ。土手の脇に公園と神社。ああ、車と並走だ。美しいね。スバルさん、この映像いります？言い忘れていたけど、今乗ってるのは行きも乗った仙山線。これで仙台に向かうよ。山寺駅行ってもよかったんだけどね。みんなの体力がないようだからスルーしたよ。僕は行きたかったんだけどね。出たよ、あの芋煮の鍋。でかすぎるね。雪が積もってないのが不思議だ。そして1時間ほどで仙台に戻ってきた。そっからは国鉄型の電車に乗ったんだ。いい音でしょ。まもなく10条お出口は左側ですとか言いそうな雰囲気をしてる。仙台といったらあの日本三景を見なければならない。そのために仙石線に乗っている。今3月だから被災地に行くことも考えたけれども、もう暗い話はなしだ。みんな十分分かってるはずだ。僕らは結局のところ前を向かなきゃならないだろう。ずっと暗いトンネルにいちゃダメだ。島海岸です。バスを着きます。出口は右側です。バスのまま線路線をお気をつけください。山形駅を出た僕らは奥羽山脈を長いトンネルと山道で越えた。蔵王は楽しかったな。また晴れた日に見に行きたいんだ。あれは素晴らしい絶景なんだよ。奥羽山脈に続く低い山たちは仙台市内まで続く。大きな仙台駅を越えたら太平洋が見えてきた。そこに松島海岸が見える。これが日本三景、松島。ここにある島々は地震によって隆起したもの。この間金沢に行ったけれども、地質学的な迫力はあちらの方が上だよな。芸術点に関してはこちらの松島が勝ってると思うがね。人間は時折視覚的な情報で癒されるということも必要なのさ。適度にガス抜きをしないと人は心がなくなるよ。はい、あれが松島城か。と思ってよく見たら、ただの旅館じゃ。室外機までついてるよ。おお、なんだこのピンクの集団は。なんだろうね、このゲームのエンディングのようなシーンは。映像が綺麗すぎるよ。誇張されていない。裸眼でも肉眼でも同じように見えている。松島の夕方は美しいのさ。
名残惜しいけど帰らなきゃ。明日から仕事なんだ。昔は旅行の後必ず休まないと仕事はしたくないなと思ってたけど、最近はもうこのまま出社してもいいかなって思うようになった。現実と仕事の区別がつかなくなっている。さようなら仙台。松島海岸を上昇したら大都会仙台を越えて東北本線に乗って帰る。左側太平洋側は常磐線、画面右側の平野部が東北本線が走る場所さ。広大な関東平野、とても分かりやすく筑波山を越えたらあっという間に埼玉県に突入。真っ黒な東京湾が見えてきたら東京23区が見えてくる。ありえない家の数、ありえない数の雑居ビル、それらをせき止めるかのようにそびえ立つ高層ビル群。上野駅がとても狭く見えたよ。細い線路を走り終点の東京駅に到着だ。何時頃に着けるかな。帰りの新幹線は座れるかな。不安でいっぱいだけど、まあなんとかなるでしょう。仙台って始発多いしね。自由席を取ったんだ。なぜかって指定席のチケット買い忘れたのさ。行きも余裕で取れたし帰りも取れるだろうと高をくくっていたら、気づいた時にはもう手遅れ、満席だった。これ荻野屋の釜飯、そういうおにぎりうまいんだよね。期間限定かと思ったら現時点でも売っている。300円と高いんだよな。ほんでちゃんと自由席に座れだよ。福島に到着。下り線のホームに到着だよ。ああ、後続の新幹線に追い抜かれるんか。いや、あちらも山彦だ。すごいね。無理してでも仙台から乗らなきゃ。この大雪の影響で東北上越北陸新幹線が遅れていた。どこが麻痺ってる原因かって、そりゃもう東京周辺の線路さ。上越新幹線が新潟の大雪で遅れるはずがないからね。宿泊税か。僕らには関係ない話だな。いや、そうでもないか。視聴者の中には1泊20万とかポンと出すような人もいるもんね。老後のお金に困ってる人はそうやってポンポン使ってくださいね。その方がきっと楽しいよ。今から知らない世界に飛び込むってのもどう？今後もそんな興奮をお届けできる臨場感たっぷりの旅動画をお届けします。東京についても雪が降っていたんだ。ああ、来てよかった東北。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。企業様からのお仕事を募集中です。詳しくはメールにてお問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。